おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円は調整の上昇しているというところですね。最近の動きを見ていると直近では大きく下落をしてきましたよね。大きな下落、ここの大きな下落、この下落に対して調整の上昇、そこからの再下落という、こういう動き方を想定しておいてください。ちょうど今のところっていうのは、冷やしの GMMA にぶつかってきてますよね、ここ。ですので、ここからは基本的には下落しやすい。そういうところまで昨日は上昇してきたというところです。ただもちろんここ上抜けてくると上昇しやすくなります。この辺ですね、196円ぐらいまで上昇すると考えますが、ストキャスティクスも高値圏ですので、もし仮に上抜けるとしてもそう簡単には抜けていけないと思いますので、本日は一旦の下落を待っておきたいですね。冷やしストキャスティクス高値圏 GMMA 接触ですので、こういう動き方をまずは想定しておくといいと思います。では4時間足です。その中で4時間足は今までこのオレンジの水平線、このあたり、ここがゾーンになっているので、このあたりですよね。このあたりがずっと意識されてきていたんですが、そこを昨日上抜けてきた一部、この辺ですよね。この高値がずっと意識されてきたんですが、昨日そこを上抜けてきているんです。ということは、基本的には上昇しやすい形には入ってきております。ただ先ほど言ったように、すぐ上、ここには冷やしの GMMA が走っておりますので、現在はそこで上値を抑えられて下落するかどうかっていうところを見ておきたいので、まずはこの4時間足の GMMA、ここですね。今ちょうどこれ横ばいなんですよ。横ばいってことは基本的にレンジなので、昨日はここ確かにこの過去の高値とか上抜けてきているんですが、この先の動きとしてはこういう動きをする可能性も考えておくといいと思います。つまり昨日の高値を上限として、そして、この辺ですよね。火曜日付近、この辺の安値、188円付近を下限、190円付近を上限のこの2円幅ぐらいでのレンジを想定しておいてもいいと思います。こちらも4時間足ストキャスティクスは高値圏ですので、ここから上昇するのはちょっと本日は難しいのかなというところですね。基本的に一度下落を待ちたい。そんな試合にはなってきております。では1時間足です。4時間足の GMMA 横ばい。1時間足もほぼ横ばいですよね。昨日上昇してきてますので、ちょっと GMMA が上を向いてきてますが、基本的には4時間足の GMMA が横ばいでレンジなので、先ほど言ったように上がったり下がったりというこういう動き方を想定しておいてください。その中で昨日から上昇トレンドを作ってきてますので、一度下落方向の動きを待ってからのこういう動きが1時間足では想定できます。ただ先ほど言ったように4時間足がレンジなので、そのレンジが継続する可能性も考えつつ、でもその中で1時間足は上昇トレンドを小さく作っているので、まずはこの上昇トレンドが継続するかどうか、GMMA の青帯付近まで本日下落してきて、そこから上昇していけるかどうか、これ青帯下抜けてくると先ほど言ったこの動きですね、4時間足のレンジに戻っていくと思いますので、まずは GMMA の青帯までの下落を待って、そこから反発上昇できるかどうかを見ておいてください。ですので考え方は単純ですよね。一度下落を待って次の押し目買いポイントを探す。そういう風に考えておくとエントリーポイントが絞れて勝ちやすいトレードができると思います。ではドル円を見ていきましょう。こちらも強く下落している最中ですよね。こういう下落トレンドを作っていて、現在は調整の上昇を起こしているところです。つまり GMMA の青帯ぐらいまでのこの調整の動きですね。その中で昨日は強く上昇してきてましたが、基本的には下落なので、戻り売りで考えておきたいです。では4時間足です。4時間足を見てもそれはわかりますよね。4時間足の GMMA に上値を抑えられて過去何度も下落してきてます。そして昨日も一旦は GMMA で上値を抑えられて下落してきたんですが、最終的にはこれ GMMA の青帯を上抜けてきましたね。今までにない動きをしてきておりますので、もしかするとここからこういう動きに変わっていくかもしれませんが、基本的にはまだ直近の戻り高値も超えられてませんし、基本はこういう動き方を想定しておいてください。本日がこの下げるような動き、大きく下げられなければ先ほど言ったこういう動きに変わってきますので、それが本日このあたりでどういう風に動いてくるか、ここで揉み合いを作ってそこからの上昇になるのか、揉み合いからの下落になるのかっていうところを見ておきたいので、今日は揉み合いを起こしてくるという風に思っておいてください。そして抜けた方についていくという考え方です。ストキャスティクスは高値圏ですので、こちらもポンド円と同様本日は下落方向への動きを想定しておく。その下落がどこまで続くかを見ておいてください。では1時間足です。1時間足は上昇トレンドを作ってきてますので、先ほどのポンド円と一緒ですね。考え方は同じです。この上昇トレンドが継続できるかどうかっていうところを見ておいてください。上昇してきた場合は144.4
1.2付近、このオレンジの水平線ですね。このあたりが意識される。下落してきた場合は昨日の安値付近が意識されますので、その辺からの動きを見ておくといいと思います。またもう一つ GMMA の青帯ですね。昨日 GMMA でサポートされて上昇してきてますので、この GMMA の青帯付近、このあたりですね。ここでまたサポートされるか、つまりこういう風に下がってくるとこういう動きができるかどうかっていうところを本日は見ておくと分かりやすいトレードができると思います。そしてポンド円も同じでしたが、1時間足の GMMA を下抜けてくると大きく下落していくと思います。その場合はまたここですね、140円付近を目指していくと思いますので、まずは GMMA の青帯でサポートされるかどうか、そこを下抜けるかどうかっていうところを本日は見ておいてください。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューと言いますが、大変使いやすいチャートツールですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。無料で登録できますので、まずは使ってみるといいと思います。それからノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、それと週末の限定動画で FX のスキルをコツコツ上げていけるような内容になっております。毎日の朝の分析だけでもかなり内容の濃いものになっておりますので、そちらを視聴していただくだけでも、聞くだけで FX スキルが向上できるようになってますので、よければ一度お試しください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。